以前にですね、この相棒アルカ号にカチカチウインカー音をつけまして、消し忘れがなくなったおかげで運転にも自信が出てきました。こういう実用的なカスタムは満足度が高いですね。そこで今回はハザードをつけようと思います。ハザードランプの機能がないのはモンキー125の不満の一つでした。不便に感じるのは特に3級ハザードの時です。譲っていただいた時に今は会釈するくらいしか感謝の気持ちを伝えられないんですね。そこで困るのが合流で譲ってもらった場合です。相手に背中を向けているので会釈しても後ろには届かない。この気持ちを伝えたいのに伝えられないもどかしさ。あの時の夏休み、ほろ苦い思い出が脳裏に浮かびます。こんな時に思うのが、ハザードランプさえあれば、そう、その夢を叶えるのがハザード機能なんですね。やはりニーズはあるのでしょう。ハザードやパッシング機能付きのスイッチがいくつか発売されています。いつもの Amazon で検索すると安心のキタコは17,000超え。キタコはリレー回路付きだそうですが、私はリレー交換を済ませているのでダブってしまいます。よし、ここは TWR という耳慣れないメーカーに手を出してみましょう。値段もキタコの半額近く。心配なのは評価が少なく星一つ。その理由はどうやらアイフラが起きるらしい。アルカ号はすでにウインカーリレーを交換してあるので、アイフラの可能性は低いでしょう。同じ商品が楽天やヤフーでも出ていて、動作した報告もあったので思い切ってポチってみました。取り付け方法を読むと、ハンドルパイプに穴を開けるらしい。おっと、ハンドル外すのか。ならばついでにハンドルも交換することにします。ハンドル交換は前から検討していて、長距離運転時の肩こり対策として考えていました。私にとって今のハンドルは肘が張る感じで余計な力が入りやすい。もう数センチ内側に絞りたい。
これも多数検討の結果、アルキャンハンズのスクイザーワイド15にしました。高さは同じで角度がついて、幅が 115mm 絞られる感じです。グリップエンドで 115mm なので、実際にグリップを握る部分はおそらく数センチ内側になるでしょう。それでは開封とカスタムに移ります。まずはハザード付きスイッチ。梱包はしっかりしてますね。本体もプチプチで重厚に覆われてます。プチプチを外すと、スイッチ部はビニールに包まれ、L 字型のコネクターはクラッチ配線。大きいのはライト類のカプラー。スイッチボックスは2本のプラスネジで開けられます。先ほどハンドルに穴を開けるとありましたが、穴開けは必須ではないようです。要はスイッチが回転しないように摩擦を増やせばいいらしい。ネジを外すと穴にはまるピンが見えます。この製品の場合はマイナスドライバーで外せました。穴開けをしなくても勢いでハンドルも買っています。アルキャンハンズは定評のあるパーツメーカーで、品質は信用できそうです。厚めのビニールでラップされてます。握ってみると、お、いい感じ。脇が締まるんですよ。昭和の野球漫画やゴルフ漫画を読んで育ったので、脇を締めるのは美徳なんです。もう一つ開封。新しいハンドルには純正のバーエンドが使えないので、ファン用品を購入。無難なカラーを選択しました。では交換作業に移りましょう。太めの結束バンドは再利用するため丁寧に外します。USB 端子の結束バンドは100均なのでニッパで切断。左ミラーとクラッチを外すと、このゴムカバーの中にクラッチの配線があるので、めくって引き抜いておきます。純正のスイッチボックスはプラスネジ2本で外せます。ハンドルにちゃんと穴が開いてますね。バーエンドはプラスネジですが、とても硬いという情報があったので、インパクトドライバーを使いました。さすが一瞬です。ついでに右も外して、一番苦労したのが左グリップ。純正のグリップヒーターなんですが、
細めのマイナスドライバーや使用済みロングドリルガを差し込んでシリコンスプレーを吹き込むとようやく抜けるようになりました。右もハンドル付属部品を外しましょう。使う工具が違うだけで右は簡単です。ミラー&ブレーキ、右のスイッチボックス、そして本丸、ハンドルを外します。マルチバーがついてますが、純正でも手順は同じです。ボルト4本を外すと外れますが、その前にタンクに傷がつかないようにタオルをかけておきましょう。寄せてグリップを引き抜くと外しやすくなります。ようやく外れました。新旧を比較してみましょう。上が純正、下が買ったハンドル。立てるとこんな感じですかね。立ち上がりの角度も若干違います。グリップエンドの加工も違います。ギザギザ加工はしっかりされています。さあ、交換ですが、スイッチの交換に際してカプラーにアクセスするのですが、このライト指定の内側にあるので外す必要があります。ちなみに赤黒の配線は USB 端子への配線です。フロントキャリアの指定も外して、これです。これ爪を押すと外れると思いきや、爪は内側の下にありました。持ち上げて引っ張り出しました。外したこいつを知恵の輪のように上から抜きます。5分は格闘しましたかね。TWR 製のスイッチと入れ替えます。カプラーを先に入れてからケーブルを入れ替えるのがコツでした。カプラーは挿すだけです。あとは戻し作業。新しいハンドルを仮止め、左グリップには接着剤。でもこれは最後にすべきでした。ライト指定戻して、滑り止めにビニールテープ、新スイッチボックスつけて、左ミラーを戻して、右も同様にグリップとスイッチとミラーを戻し、音締めの前に動作確認、ハザード用紙、ウインカー用紙、ハイビーム用紙、パッシング用紙、後ろも確認 OK。 新しいバーエンドも取り付けて、あとは本締めと USB 灯の結束バンドで配線整理。あと思わぬ効果がありまして、
脇が閉まることで視野が広がって、ミラーのオフセットホルダーが不要になりました。後ろが見やすくなって地味にありがたい。これで完成です。乗り心地はどうかというと、実は冒頭の走行動画、テスト走行の様子だったのです。今のところ快調で問題ありません。今回の出品、TWR 製ハザード付きスイッチボックス1480円、パルキャンハンズハンドルスクイーザーワイド15 3400円、ドロップ超アルミバーエンド1250円、クレシリコンスプレー757円、木島グリップボンド789円、合計16,676円。提供、田中。